家庭菜園ライフ。こんにちは。和光市で菜園をやってます下道です。今日は7月のおすすめ野菜ランキングを紹介していきます。7月は主に秋冬野菜に向けた種まきの時期でもあります。通常の葉物野菜の種まきは暑さでうまく育ちませんので難しい時期でもあります。今回も3つの基準を設けて選びました。1番目は栽培の手間や期間を考えた作りやすさです。2番目は収量です。3番目が収穫までの速さです。この3つのポイントを星の数で合計して順位をつけます。最後に質問にも回答してまいりますので最後までご覧ください。では行ってみましょう。5位に選んだ野菜から紹介していきます。5位はトウモロコシです。トウモロコシは秋取りのトウモロコシを選びました。うまく育てれば甘くて美味しいトウモロコシが収穫できます。しかし注意点としましては泡の芽が台風などです。被害に遭う確率はかなり高いのでちょっと難度は高いと思います。秋取りトウモロコシとしてはこのようなゴールドダッシュ90という比較的長い栽培でできますので秋取りの栽培に適しております。だいたい7月に種をまきますと9月頃に収穫ができます。このような品種を購入してみてください。では評価です。育てやすさは泡の芽芽の被害を防ぐ難易度が高いため星2つとしました。収量は1株1つなので星2つとしました。収穫までの期間は約 2.5 ヶ月で星3つとしました。合計星7つです。トウモロコシは夏はぐんぐん伸びるんですがやはり害虫との戦いになりますのでその点が難しいポイントです。ということで評価自体は少し低く見積もりました。続いて第4位です。人参です。私はこの五寸人参を選びました。私自身がもう数十年だいたいこの五寸人参を栽培しております。なぜかと言いますと後から収量にも関わってきますけども人参自体が大きくて長い人参が取れるからです。人参は夏まきが一般的です。種まきできる品種は非常に多くいろいろな品種を組み合わせて栽培することができます。私は黒田五寸人参を栽培しております。人参の種まきで一番のポイントは発芽を必ずさせるということです。そこがうまくいくかいかないかで成功率が変わってきます。藁やもみ殻等を入れて乾燥防止に使ってみてください。発芽率が少し上がると思います。では評価です。作りやすさは水切れが難しいポイントになりますので初心者の方には少し難易度が高い可能性がありますので星2つです。収量は間引き菜も食べられますので人参の葉を食べるなら家庭菜園という魅力もあるので星は中間の3としました。収穫までの長さは通常の収穫まで 3,4 ヶ月かかりますが間引き菜も食べられますので貯蔵性も高いことを考慮して星3つとしました。合計は星8つです。人参は冬に取り始めたら長い期間収穫が楽しめますのでぜひやってみてください。それでは試しに春に植えた人参を取ってみましょう。立派な人参ですけども黒田五寸人参ほど太くはなりません。これでも品種によってはスタイルのいい人参になってきますのでこれでもいい方です。ぜひ夏人参にチャレンジしてみてください。続いて第3位はキャベツです。キャベツは食卓に切って切れない野菜の一つです。
種は7月頃から育苗が始まります。植え付けが1週間遅れるだけで収穫まで遅れたり、サイズや結球に影響するので少し繊細な部分もあります。葉物野菜の中では比較的アブラムシ被害も少なめで、対策をすれば十分育てられます。キャベツの種にはたくさんの品種があり、また巻き時期がバラバラでありますので、よく裏の巻く時期を確認してから購入してみてください。こちらは敷巻きのキャベツですが、非常に巻く時期が長いのが特徴です。いろいろな品種にチャレンジしてみてください。では評価です。作りやすさは害虫対策と植え付け時期を間違わなければ比較的育てやすいので星3つです。収量は1株の収穫となりますが、1つの収穫のサイズが大きくなりますので、そういったことを考慮いたしまして星3つとしました。収穫までは植え付け後 2.5 ヶ月内に収穫が可能で星3つとしました。合計星9つです。キャベツは冬野菜の王道の一つです。いろいろな品種にチャレンジして栽培してみてください。続いて第2位です。第2位は茎ブロッコリーです。冬の野菜の中では何度も収穫できる多収穫が狙える野菜です。ブロッコリー独特のもさもさした食感が苦手な方でも食べやすい茎をシャキシャキ食べる野菜です。初期生育を乗り越えればそこまで気にしないでも大丈夫です。茎ブロッコリーはスティックセニョールという品種が一般的な品種です。冬の間も次々と側花来を収穫できますので、長い期間収穫が楽しめます。冬の野菜は1回取ると終わりという野菜が多いんですけども、スティックセニョールは次々と収穫ができます。冬の収穫が寂しい時期でも重宝しますので、ぜひやってみてください。評価ですが、作りやすさは他の結球する野菜よりも害虫被害や少ないので4としました。収量は何度も収穫できて春まで楽しめますので星4つとしました。収穫までの速さは植え付けてから2ヶ月で収穫できます。そこからは長く収穫が楽しめますので星4つとしました。合計は星12です。最近は白いカリフローレンや紫色の茎ブロッコリーも出回っておりますので、選んで栽培をしてみてください。それでは7月植え付け野菜ランキングの1位を発表します。それでは後ろのバイクに苗を購入してきているものがありますので、今から取ってきます。じゃじゃーん、こちらです。第1位は地梅きゅうりです。地梅きゅうりはこれから栽培するのに非常に適したきゅうりです。地梅という名の通り、スイカと同じで地面を這わせてから栽培します。地梅きゅうりとは言っても園芸用ネットを幅広く設置して空中栽培をすることもできると思いますので、お好みに合わせて栽培を考えてみてください。種まきから栽培するよりも今の時期ホームセンターに苗を買ってきて植えた方が便利がいいので、ぜひやってみてください。うどんこ病やベト病に感染してダメになったきゅうりがあれば、この地梅きゅうりを植えて栽培してみてください。では評価です。難易度は芽かきとか剪定などが通常よりも少ないということで星5つです。収量はうまくいけば子づるまたは孫づるに実がたくさんつきますので星4つです。収穫までは植えてから
1ヶ月ほどで収穫を迎えますので星4つです。合計は星13です。自培きゅうりはあまりどんどん手をかけずに収穫できますので、ぜひやってみてください。では質問コーナーにお答えしていきます。スイカに炭素病が発生した時の動画にコメントをいただきました。私は人工授粉はしてないんですけども、実が大きくならずに失敗しました。一株だけではやっぱり実はつかないんでしょうか、というコメントをいただきました。スイカは何株あっても受粉さえすれば一株でも実はつきます。ただし受粉の過程においていろいろな条件が重ならないと受粉しませんので、非常に難しい面がありますので、その辺が問題で大きくならなかったかと思います。例えば受粉でもしっかりと花粉が雌花につかないといびつなスイカになったり大きくならなかったりしますので、しっかりとした受粉作業が必要になってきます。自然に受粉させる場合は運が非常にポイントとしてあります。スペースなどに余裕がある方は1株じゃなくて 2,3 株植えてみたらどうでしょうか。花が咲く量が多くなりますと虫等の受粉が可能になります。確率が上がりますのでやってみてください。今日は7月おすすめ野菜ランキングを紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。